はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということでね、今回ご紹介するのはこちら。はい、ソースベルジュでございます。で、こちらのね、ソースベルジュで、ございますけども、1970年から80年代にありましたヌーベル・キュイジーヌと言われたフランス料理界の、時代がありまして、で、この時にね、もう本当にこの時代を象徴するソースの一つでもあります。で、かなりね、深掘って話をすると、実はこのソースベルジュ、古典のクラシックでも別のソースがあったりします。はい。で、今回ご紹介するのは、もうほぼ一般的に、認知されている、このね、ヌーベル・キュイジーヌを代表するこのソースベルジュの方を、まずはご紹介させていただきたいなと思います。ではね、早速作り方の方をお見せいたしますので、皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、では材料の紹介です。こちらね、トマトの方なんですけども、身のね、赤い、味のしっかりしたものを選んでください。で、こちらバジルですね。で、レモン、ニンニク。で、こちらオリーブなんですけども、あればで結構です。あればオリーブ入れてあげてください。あってもなくてもどっちでも大丈夫です。で、こちらコリアンダーのシードです。これは必ず用意してください。で、エキストラバージンオリーブオイルですね。で、今回はこちらメカジキと合わせて使いますので、で、こちらカリフラワーご用意ください。では、トマトですね。まずヘタをこんな感じで取っていただきまして、こんな感じですね。で、熱湯でさっと湯通ししていただいて、で、冷水につけます。で、その間にね、他の具材カットしていきます。オリーブはね、こんな感じにカットしていただきまして、で、レモンなんですけども、天地を上下ね、落としていただいて、皮をね、こんな感じで削いでいただいて、で、こんな感じにね、白い部分をしっかりカットしてあげたら、これを斜めにね、切り込んで、このね、身の方を取っていきます。こんな感じにね、カットしていただければ OK です。で、このね、身の方なんですけども、こんな感じでね、ぐっと絞っていただいて OK ですね。で、こちらのね、取り外した身の方なんですけども、細かくね、カットしていただいて、種などあればそれもね、取り除いてあげて、こんな感じにね、5ミリ角にしていただければ OK です。で、それをボウルの方に入れちゃってください。で、こちらレモンの皮ですね、裏の白いところを取ります。ここね、怪我しないように慎重にやっていただければ OK です。で、皮を押し付けるように包丁を上下に動かしてあげると薄くね、この白い部分取れますので、しっかりね、この身のね、皮のところだけを残すようにしてあげてください。この白いところが苦い実がありますのでね、ここをしっかり取ってあげるとベストですね。こんな感じでカットしていただければ OK です。で、それをまず千切りにしていただいて、で、それをまた横にして、こんな感じにね、細かくしていただいて、で、こんな感じにしていただければ OK です。で、トマトの方は皮をね、剥いていただいて、で、これをね、5ミリ角ぐらいな感じのイメージでカットしていきます。こんな感じですね。で、それもボウルの方に入れちゃってください。で、ニンニクの方はみじん切りにしていただいて、それもボウルの方に入れていただければ OK です。で、バジルですね。こちらもまず軽くね、千切りにしていただいて、そこに横にしていただいて、で、軽いね、粗みじんにしていただいて、で、それもボウルに入れていただければ OK です。コリアンダーですね。これ、しっかり潰してあげてください。で、これも潰しましたらボウルの方に入れてください。で、そこにですね、このみじん切りにしたレモンですね、これを半分ほど入れてあげまして、で、塩ですね。で、エキストラバージンオリーブオイルしっかり入れてあげてください。
でここでねよーく混ぜ合わせていただければソースベルジュの完成でございます。たったこれだけですね。もう切って合わせるだけっていう形ですので非常にお手軽です。ではね、今度ガルニチュールのカリフラワーちょっと使っていきましょう。こちらもね、適度なサイズにカットしていただきまして、ブンブンチョッパー回していただきます。でこんな感じでね、みじん切り状になりましたら OK です。でメカジキの方は塩コショウをして5分ほど放置しておきましょう。こんな感じですね。でカリフラワーの方、こちらねオリーブオイルで軽く炒めていきます。塩と胡椒していきます。これはねしっかり炒めるというよりも全体的に火が入るぐらいまでの火入れで大丈夫です。でしっかりねここでボウルに移していただいたら、このレモンを残りを入れてあげてよく混ぜておきます。ここでね一旦味を見ていただいて、うっすらね味がついていれば OK です。でメカジキはしっかり水分ペーパーで取ってあげてください。でここで粉をつけます。この時に使うのが、薄力粉になります。強力粉ではなく薄力粉になりますのでお気をつけください。ではね、焼いていきます。で、色づき始めたら一度ね、また別の面に行っていただいてこう何回かね、動かしながら焼いていってあげてください。でこんな感じでね色がついていったらこう徐々に色をつけていくようなイメージでやってあげてください。いい感じですね。こんな感じで焼き色がつけば OK ですね。では揚げていきます。こんな感じですね。ではドレッセです。ではこちらねカリフラワータブレの方を置いていただきまして、メカジキ、そしてソースベルジュ、すごいシンプルな盛り付けでいかせていただきます。メカジキのソテーとソースベルジュ、いかがでございますでしょうか。では実食です。いただきます。でこのベルジュとカリフラワータブレを一緒にいきます。こうですね。これですよ。じゃあねソースベルジュとメカジキですね、それと、カリフラワーの、タブレ、この3つの組み合わせっていうのは結構鉄板ではあるんですけども、もう絶対に外さないもうメニューですので、ぜひねご家庭でも比較的簡単に作りやすいメニューですので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。ソースベルジュでございました。ではここからは専門的なお話をさせていただきたいなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。で、まずですね、このソースベルジュの歴史についてなんですけども、ヌーベル・キュイジェヌと言われていた時代がありまして、1970年から80年ぐらいの時代になるんですけども、このソースですね、ミシェル・ゲラールシェフですね、がはじめとした当時をね、牽引していったシェフたちがですね、広めていったソースのもう代表するソースと言ってもいいようなソースなんですけども、実はそれ以前
前のクラシックな時代からですね、名前自体は存在してました。で、昔のこのソースベルジュというのは、バターをこうポマード状に練って、レモン汁と合わせていって、で、こう白くなるまでね、ホイップさせていった冷たいソースだったんですね。で、それをこう茹でたポワローとかアスパラに添えていたソースだったりはするんですけども、それがですね、時代とともに、重厚なソースから、軽やかなソースへと移行する中で、その軽やかなソースの、主役がエキストラバージンオリーブオイルということで、純度の高い、オイルとかですね、フレッシュなハーブの香りをこう一切ですね、損なわないで非加熱で仕上げるっていうのが、これが現代のソースベルジュの絶対的なロジックになってきます。はい、次にですね、メカジキ、スパドンですね。こちらにファリネ、したことについてなんですけども、今回私は薄力粉を使いましたけども、強力粉じゃダメなのっていう、疑問に思う方いらっしゃると思うんですよね。で、結論から言うと、正直どちらでも問題はありません。ただ、強力粉は水分と強力にこう結びつく、グルテンを形成するので、衣粉がですね、重くなって焼いていく途中で身がボロッとですね、剥がれてしまうリスクがあるっていうことなんですね。これはメカジキ自体が表面に非常に水分を持っているから起こりうる現象だったりはするんですけども、じゃあ薄力が完璧かというと、日本の薄力粉ですと、粒子がね、非常に細かいので、魚の水分を吸って、このね、粘土のようにダマになりやすいっていう弱点があります。だからですね、この薄力粉を使う前に、事前に魚の表面の水分をですね、ペーパーで徹底的に取り除くっていう、そして、極薄でつける、このね、2点が、このね、エスパドンのこう焼き上げの絶対の成功条件になってきます。で、この焼き上げた時にね、うまくいって、食べた時に、ふわりとね、感じるこの食感がですね、この薄力粉じゃないと出せないっていうところになってきます。で、ちなみにですね、フランスの方の薄力粉っていうのは、キャロントサンクっていう、T45 って書いて、キャロントサンクっていうものがあります。で、こちらどういったものかっていうと、成分的には薄力粉なんですけども、表面がサラサラしていて、ダマにならない最強の粉なんですよね。で、日本で同じようなロジックを再現したい場合とかは、日清製粉さんでエクリチュールっていう、業務用のサイズにはなるんですけども、粉がありますので、非常にね、手に入りやすくておすすめだったりはします。はい、今回ね、付け合わせにしたカリフラワータブレ、ともね、非常に相性は抜群ですので、ぜひね、スパドン、メカジキと合わせていただいて、夏のね、極上の一皿楽しんでいただけたらなと思っております。非常にね、スーパーでもどの食材もお求めやすいものになっておりますので、非常に、チャレンジしやすい料理になっておりますので、ぜひお試しください。そしてね、いつも温かいコメント、本当にありがとうございます。皆様のね、応援が励みになっております。これからもね、引き続きハイプレの応援、そしてチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。